世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回からですね、ついにアンリアルエンジン上でのモーションの編集っていうのに手を出してみました。前回の動画とかでもね、実験のアニメーションと大野のアニメーションを、モーションをねブレンドすることによって、オリジナルっぽいアニメに変えたりっていうのはやってたんですけれども、今回やるのはですね、実際にねキャラクターのボーンの動きですね、ボーンの動きを調整とか編集して、全く別のモーションにしていくっていうのをやっていきたいと思います。ゲーム上でね動くキャラクターたちは全てボーンっていう、骨格を、所持しているんですけども、そのボーンの動きをねつけてあげることによって、体もねボーンに紐づいて動いてくれるっていうことになります。とかなんとか言ってるんですけども、僕自身ねモーションとかアニメーション作るのでめちゃくちゃほぼど素人なんで、実際にねやっていきながら見ていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。今回からですね、新しいマップアセットをね購入して使っているので、一応紹介しておこうかなと思います。今月追加されたばっかりのやつですね、フォレストエンバイロメントっていうね、その名の通り森のアセットですね。お値段がねだいたい5000円台だったかなと思うんですけど、めちゃくちゃクオリティ高いんで、これ個人的に超おすすめですね。環境のねアセットを新着順に並べると1ページ目に出てくると思うんで、気になる人はぜひチェックしてみてください。まず最初に作成するモーションがガード方向エイムオフセットっていうものを作っていきたいと思います。かねてからですね、攻撃方向とかガード方向、現状4種類でやってるんですけれども、それをね4種類だけじゃなくて、もっとねぐりぐり360度全ての角度で方向をね持てるようにしたい。そうすることによって直感的なね操作がよりできるようになるかなっていうお話をしてたんですけれども、それのねガード側の方向、現状4種類上下左右になってるのを、こいつをねもっとぐりぐり回せるように、360度どの方向でもガードできるようにっていうのをやっていきたいと思います。イメージとしては TPS とか FPS でエイムしてる時の動きですね。どの方向でもねぐりぐり体の関節が許す限りは狙えると思うんですけれども、あんな感じのものをね実装していきたいと思います。そのためにねエイムオフセットっていうシステムがねすごく便利なので、それを作成してねガード方向を360度対応していこうと思います。エイムオフセットについて簡単に説明しておくと、複数のモーションをねぶち込んであげると、いい感じにその他のモーションを補完してくれるっていうね、神のようなシステムですね。今回使用していくガードモーション、基本となるのがこのガードセンターっていうモーションですね。これが R スティックをね何も入力しなかったときはこのガードモーションですね。真正面にガードするモーションっていうのを出します。でですね、今回複数のモーションをぶち込むって言ったんですけど、このモーションをね修正していって、9つのモーションを作って、それをエイムオフセットにぶち込んでいきたいと思います。ではモーションの修正の仕方なんですが、まず、動かしたいボーンを選択する必要があります。こちらにねスケルトンツリーっていうものがあるので、その中で、該当するボーンを探していきます。今回は背骨の動きで変化をつけていきたいので、このスパイン01っていうものを選びますね。これをですねまず上方向のガードからちょっと作ってみましょうか。このメモリをですね掴んでぐるぐる回してやると背骨からね動いていきます。適当に45度ぐらいですかねにやってあげて、でここのプラスマークキーっていうねボタンがあるんですけど、これをね押してあげることによってこの動きをね保存することができます。0フレームのところに合わせてキーボタンですね。そうすることによって、全フレームで、上方向を向いているモーションが出来上がりました。これを保存してガード上方向みたいな名前をつけて保存すれば OK ですね。すでにね9つ分の選ばれしモーションを作成してあるので、続きをやっていきましょう。ちょっと一つ例を取って見てみましょうか。こちらボトムライトっていうことで、右プラス下ですね、ちょうど斜め下を向くような感じのモーション。こんな感じに上下左右と斜め4種類、それからセンター方向で合わせて9種類のガードのモーションを作りましたと。ここからここまでですね。でこれらの9つのモーションを、エイムオフセットっていうねこの水色のやつにぶち込むんですけれども、ぶち込んだのがこんな感じになっております。このね緑色の点を動かすと、R スティックをね動かした時と同じような動作をしてくれます。こんな感じで9つのモーションぶち込んだだけで、それ以外の方向とかも
こういう微妙なね、30度ぐらいの入力とか、そういう微妙な角度の値もいい感じに補完してモーションを作ってくれるっていう感じになってますね。この白色の点それぞれにね、さっき作った9つのモーションを、代入してるっていう感じですね。で注意すべきは、これコントローラーのね、入力、例えばね、PS4 コントローラー使うのか、Xbox コントローラー使うのかとかでもね、ちょっと変わってくるんですけど、もっと正確に言うとあれですね、ダイレクトインプット方式なのか、X インプット方式なのかっていうことですね。難しい話を置いといて、僕の場合だとね、PS4 コントローラーをインプットマッパーっていうソフトウェアで読み込ませて使ってるので、上下だけちょっと反転させておかないとダメですよっていうことですね。グラセフとかでね、飛行機操作するときに、デフォでそんな感じになってて、コントローラー投げた人多いと思うんですけど、つまり上を押すと下を向く、下を押すと上を向くみたいな感じになっちゃってるんで、エイムオフセット上ではこの上に下向きの体を、モーションですね、を代入しておいて、下に上向きのモーションを代入しておく。右と左はそのまま普通に、順転で代入しておくですね。つまり順転青と反転赤。それを合わせて挙式紫っていう感じでね、私たちは最強なんだっていうことで、そこだけ注意してくれれば大丈夫かなと思います。では実際にエイムオフセットを適用した後がこんな感じになります。どうですかね、先ほどの4方向と比べてだいぶヌルヌルした動きになったかなと思います。後ろから見るとこんな感じですね。すべての方向入力に対して、ちゃんとね、そっちの方向に体を向けてくれるっていう感じになってるかなと思います。同じようにね、両手持ち武器でのガード時もこんな感じでヌルヌルの360度ガードに変更しておきました。こんな感じでね、一つのボーンの動きを修正するぐらいだったら、モーション、ね、デザインセンスがなくても、できるってことが分かったんで、他にもちょっと気になるモーションをね、修正していこうかなと思います。はい、まずはパリーのモーションですね。右側が旧式のパリーで、左側が新しい方のパリーのモーションになります。そもそもね、この右側の旧式のパリーなんですけど、これがね、もともとはガードブレイク用のアニメーションなんですけれども、たまたまね、パリーと動きが似てたので、そのままね、ガードブレイクのモーションをパリーっていうね、全く逆の意味を持つモーションを使ってたんですけれども、新パリーの方は若干ね、動きを修正しまして、旧式だとね、ちょっとパリの終わりの方でね、体がちょっと外に開きすぎてるかなと思ったんで、それをもうちょっと内側に残す感じ。あと、そのアニメーションの始まりですね。ガードブレイクなんで、縦をね、真正面に出した状態からアニメーションが始まるんですけど、パリということなんで、もうちょっとね、内側に巻き込んだ形。体の側面ぐらいに縦がある位置からアニメーションがスタートするようにっていう風にやってみました。比べるとこんな感じですね。ただぶっちゃけまだね、かっこ悪いですね、パリとしては。なのでちょっとね、皆さんの意見とかを参考にもうちょっと修正していけたらなと思います。ちなみに、操作キャラとしてね、後ろから見た場合はこんな感じですね。続いてがこちらですね、移動モーション。これ全キャラ共通なんですけど、特にね、横移動してる時の、猫背というかね、首をね、前にこう突出させてる感じが気になる。女性キャラだとね、特に気になるっていう声が、非常に多かったんで、それもちょっとだけね、自分なりに修正してみました。同じく右側が旧式ですね。左側が、新しい方のモーションになります。こんな感じでね、ちょっと背中が丸まって、首が前に出ちゃってる感じですね。芯の方は、背骨の上の方をね、ちょっと若干立てた感じと、あと、あれですね、首をもうちょっとね、上に向けてというか、で、顎を引く感じにしてみました。これね、めちゃくちゃ地味な変化なんで、ちょっとわかりにくいんですけど、特にね、操作してる時ってこういう角度で映ることが多いんで、すごくね、首が前に出てるのが気になってたんですけど、それがこんな感じになってますね。若干マシになったんじゃないかなと、個人的には思ってるんですが、どうでしょうか。
これに関してはね、左移動だけじゃなくて右移動とか、前後左右とかね、すべての移動モーションで同じぐらいの角度に調整してあります。はい、今回の進捗は以上になります。ついにですね、アニメーションの編集作業にね、手を出してみました。これでできることの幅がね、だいぶ広がってきたんじゃないかなと思います。さすがにね、かっこいい攻撃アニメーションを一から自作するっていうことはなかなかやらないかなと思うんですけれども、例えばね、両手武器のパリーモーションとか、そういう、これ一つあるだけでだいぶ見栄え良くなるし、ゲーム的にも幅広がるんだけどな、みたいなね。ただ、ニッチなのであんまりアセットストアに売ってないみたいな、そういうかゆいところにね、手が届くアニメーションみたいなのが、あれば、そういうモーションに関してはちょっと頑張ってね、一から自作してみるっていうのも、もしかしたらワンチャンありなのかなと思っております。あと、直近でやりたいのは、方向属性を持ったスーパーアーマーシステムの構築と、マップの作成とかをね、ちょっとやっていこうかなと思っております。今回購入したね、この森のアセットが非常にクオリティも高いのでね、この森を起点にして、いろんなシチュエーションにね、つながっていくような、マップのつながりとかをね、作成していこうかなと思っております。以上、お疲れ様でした。